ブルンの教えてゲームクリエイター。はよんぱー、バブルンだよ。今開発中の新作パズルボブルエブリバブルのゲームクリエイターのみんなにゲーム制作のお仕事についてのお話を聞くシリーズ。第4回目はプログラマーのお仕事についてインタビューするよ。今回のゲストはエブリバブルの動画でもおなじみのこの方。こんにちは、バブルーン。株式会社台東プログラマーのサザエヘアです。まず最初に、いつも一緒に動画に出てもらってるけど、プログラマーってどんなお仕事なの？プログラマーの仕事は、プランナーさんが考えた仕様をプログラムとして動くようにしたり、デザイナーさんやサウンドクリエイターさんが作ってくれた素材を配置したりしてゲームとして完成させるのがお仕事だよ。他にも、例えば、ゲーム制作で必要なツールを開発したりとか、労働時間を短縮させたり、処理負荷を削減したり、そういったゲームの質を高める仕事もやります。へえ、ゲームを作るためのツールから作っちゃうんだね。すごーい。例えばどんなツールを作るの？今回ので言えばステージをたくさん作る、ためのステージエディターの仕組みだったりとか、プログラムの変更を加えてそれを手元のスイッチの開発機で遊べるように開発用のロムとして自動でビルドをするような仕組みだとか、最新の開発用ロム、その機械にインストールするような仕組みなどを作りました。こうしたツールや仕組みを開発することで、なるべく作業を効率化してやっております。あとは、自動化するっていうところの目的で言えば、手作業で行うとミスが起こりやすそうな箇所だったりっていうところを自動化してミスを防ぐというような目的で、環境を整えるためのツールを開発することもあります。なるほど。気持ちよく楽にゲームを作るための環境づくりをしてるんだね。サザエヘアーさんは、その中でどんなお仕事をしているの？大きく分けると、プログラムの実装、バグの調査、修正、プログラムの最適化の3つになります。1つ目のプログラムの実装は、先ほど話した通り、プランナーさんが考えた仕様をプログラムとして動くようにしたり、デザイナーさんやサウンドクリエイターさんが作った素材を配置することになります。2つ目のバグの調査・修正作業では、チーム内もしくは QA で報告が上がったバグを手元で同じように発生させて、ログの出力上で内部の数値に異常がないかを見たり、プログラムの処理が意図通り行われているかっていうところを確認していきます。そして異常があった箇所を修正して、同じ手順で同様のバグが発生しないかを確認して修正されるまで繰り返すといったような作業を行っています。へえ、よくバグを1個直したら他の新しいバグが出てきちゃったとかプログラマーさんが言ってるのを聞くけど、そういうのが全部治るまで繰り返していくんだよね。すごく大変そう。そうやって一個一個バグを直していって、なるべくバグがない状態で、リリースできるように、そういう姿に近づけるためにプログラマーは頑張っております。あとは3つ目で言っていた最適化。これは何かっていうと、プログラムを実行する上で効率よく処理できているかっていうところを確認して改善していくっていう作業になります。時間のかかる処理が発生してしまうと、ゲームのフレームレートが低下してしまい重くなってしまう。いわゆる処理落ちと言われる状態になってしまいますね。どの処理にどれぐらい時間がかかっているかっていうのを特定するために、プロファイラーっていう処理時間を計測したり、処理状況を確認できるツール。それを使って確認して、問題のある箇所を修正するという流れで改善をしていきます。最適化ってゲームやアプリのアップデート内容で聞くことがあったけど、そういう作業だったんだね。なんだか大変で難しそうなお仕事だけど、プログラマーのお仕事はどんなところが楽しいの？なんといってもゲームが出来上がっていく様子を一番近いところで見れるのが楽しいです。これはもうプログラマーの特権ですね。
おお、実際にプログラマーさんの手でゲームを作り上げていくんだもんね。とっても達成感がありそう。じゃあ、逆にプログラマーのお仕事で大変なことって何？多くの業種の絡む作業が多いため、コミュニケーション、認識のすり合わせとかが大変でした。プログラムを実装する場合は、プランナーの考えた仕様をもとに実装を進めていくんだけど、このボタンのその操作と別の操作が噛み合っちゃった場合どうするのっていうところをプランナーの人に仕様を都度確認を行って、じゃあこういうふうに決めましょうと仕様を、更新したりっていうふうにする必要があります。例えばそういう話し合いの作業っていうのは実際にそのプランナーさんの席に行って確認したりとかすればすぐできることなんですけど、特に最近だとコロナ禍も相まって普段は出社せずに作業をしてたりするので、そういったところのすり合わせが大変だったっていうところはありましたね。開発を進める上で常に勉強を重ねて新しい知識を更新していくっていうこともしていかないといけないのが大変だったりします。開発するタイトルのハードウェアやゲームを開発するためのソフト、プログラミングの言語、処理を効率よく行うための流行りの手法などなど、常に開発の環境は日々更新されていくので、発展していく環境に合わせて積極的に新しい技術やノウハウを学んでいくっていう必要があります。逆に言えば成長している実感を常に得られるというところでもあるんですけれども。そうなのか。僕はみんなとコミュニケーション取るのは得意だけど、勉強し続けないといけないのはとっても大変そう。プログラマーさんはきっと勉強熱心な人が多いんだね。そんなプログラマーさんになるためにはどんな勉強をすればいいの？ C# や C++ などのプログラミングの言語を学んだりするっていうのはもちろん Unity、Unreal Engine などのゲームを作るソフトを実際に触ってみてゲームを作る経験を実際にしてみるっていうのが一番手っ取り早いと思います。まずは実際に作ってみることが大事なんだね。そう。パズルボブルエブリバブルではどんなお仕事をしているの？パズルボブルエブリバブルではパズルボブル VS インベーダーなど、一部のモード実装を担当しています。この前発表したモードだね。スペースインベーダーとパズルボブルのゲーム性がうまく組み合わさってたやつだ。そう。じゃあ、サザエヘアーさんの今回のエブリバブルでのこだわりポイントを教えて。ゲームの中でこだわったポイントっていうとちょっと違ってきちゃうのかもしれないんですが、先ほど話した通り、プログラマーはコミュニケーションの能力が大事なので、今回の仕事の進め方のこだわりというところで、チームメンバーとの交流の機会を増やすというところを常に意識してました。定例のミーティング以外にも、コミュニケーションタイムという時間を設けたり、みんなでゲームを遊ぶ会を定期的に行ったりすることで、チームのメンバーの接点が増えて、風通しが良くなり、作業の効率と質が向上した実感がありました。そうなのか。ツールを作って環境を良くするだけじゃなくて、チームメンバーの環境もサザエヘアーさんが良くしてくれてたんだね。それじゃあ、苦労したポイントってどんなところ？今回は、自分にとって初めてのスイッチ開発だったため、最初はわからないところだらけだったのが苦労したポイントになりますね。調べたり、先輩に教えてもらいながら作業を進めることができました。初めてのことってやっぱり大変だよね。サザエヘアーさんはどんな先輩に教えてもらったの？エブリバブルのチーム内の先輩なのかな？そう。今回のエブリバブルの開発でのプログラマーのチームは自分も含めて4人体制で、それにプラス1人スーパーサブというかアドバイザー的な感じで、教えてくれる、ポジションの人がいるっていうような状態で、開発を進めたんですけど、その人に教わりながら、他のメンバーにも教わりながら、常に知識を交換しながら進めていくというような形で
開発を進めていきました。なるほど。いつでも相談できる人が近くにいると、安心して新しいことに挑戦できるね。そんなサザエヘアーさんから見て、エブリバブルはどんなゲーム？エブリバブルは一人でもみんなでも長く遊べるいいゲームだと思います。ファンの多い作品なので、多くの人を満足させるような出来にしたいと思って頑張ってきました。満足してくれたら嬉しいと思います。どの人数で遊んでも楽しめるようになってるのがエブリバブルのいいところだよね。最後に見てくれているみんなへのメッセージをお願い。はい、今も頑張って作っています。どうぞ楽しみにお待ちください。いよいよ今年発売だからね。楽しみに待っててね。こっそりエブリバブルについての小ネタを教えて。小ネタか。僕の担当してたモードのパズルボブル VS インベーダーモード。あのモードはステージが進むにつれて敵の攻撃が、あと移動のスピードがどんどん速くなっていくので難しくなってます。どんどんゲームオーバーしやすくなります。クリアのコツは、ごくり。クリアのコツはオリジナルと同じく両端から崩していくことです。そうなんだ。